どうも JP です。素人が一からサウナメーカーを立ち上げています。前回の投稿で、サウナのね、マーケティングしていかないといけないということで、いろいろヒアリングしてみましたということをお伝えしたんですけども、今回はそんな、ヒアリングのね結果こんなんでしたよっていう内容のところをお伝えしたいと思います。で、サウナ結構嫌いな人多いということをね、前お伝えしたんですけども、そのサウナ嫌いの意見ですね、これをちょっとお伝えしていきたいと思います。で、サウナ嫌いの意見ですけど、これすごく僕もねサウナ嫌いだったんで分かるんですけど、クラクラする、ね、ヒリヒリする、あとのぼせ、水風呂が苦手、知らない人との空間共有、知らない人との汗、知らない人の汗ですね。気になりますわね。で、サウナからのサウナーからのおすすめ圧、これ僕も気をつけます。はい、今ざっとこんなところなんですよね。で、次にですね、これね分かるよと、サウナ嫌いの意見分かる。で、クラクラヒリヒリする、のぼせるっていうのもね。で、これまたねサウナの種類があるんですよね、これ。後々ねお伝えしていきたいんですけど、これねヒリヒリクラクラほとんどしないものもねあるんですよ、今は。で、昔のサウナってね本当にこのクラクラヒリヒリするやつしかなかったんですね。で、僕もねそれが、嫌で、サウナの美味しい部分をね分かることができなかったんですけども、今はね本当に種類が豊富になって、ヒリヒリクラクラねしない、のぼせが、極端に少ないようなねものもいっぱいありますので、また追って紹介したいと思います。はい。で、次にサウナ好きの意見ですね。はい。で、これはですね、リフレッシュできる、汗が出て気持ちがいい、で、前向きな気持ちになる、体温上昇、よく寝れる、脳が休まる、ストレスカット、血流が良くなる、冷え性の緩和などなどです。で、ここでね、僕の意見もちょっとお伝えしたいなと思ってて、僕はねすごくサウナいいなと思ってんのは、情報がね遮断できるっていうことで、電波デトックスタイムなんですね、僕にとって。で、僕は本当にスマホ依存というか、なんかスマホに弱いとか、こうスマホ疲れしやすい体質なんじゃないかと思ってるんですよ。なんかこう肝臓弱いやつみたいな。分かりやすく言えばね、酒飲んだら次の日残る、僕はもうそうなんですけど、スマホに対して大した耐性がないなと思ってて、こうスマホをね、隙間時間が生まれると僕はもうすぐスマホを見ちゃうんですよね。で、例えばねトイレ入ったりとか、ちょっとこう休憩時間とか全部スマホで隙間時間を埋めていってて、その時にやっぱりね情報がねガーッと入ってくるんですよ。するとやっぱり小さながらもね、微量ながらも脳はね混乱してて休んでないんですよ。で、サウナってこれをねカットできるんですよ。何もしない時間っていうのが生まれるので、強制的にね電波デトックスタイムっていうのが作れ、で、スマホね勉強してたらいいんですけど、僕の場合なんかもうただダラダラなんかショート動画が流れてきたりとか、なんかどうでもいいようなねゴシップネタ、なんか題に惹かれてねちょっと読んじゃうんですよ。このタイトルうまいなみたいな感じで。そしたらね、全く僕の人生に何の影響もないような、情報ばっかりなんですよ。で、それをね割とダラダラやっちゃうんですよね。何も考えなくていいんで。そういうのはねやっぱりずっとやってると疲れるんですよ。なんか徐々にやる気がなくなっていってるんで、あんまり気づかないんですけども、なんかそういうことあるなっていうね、最近気づけて、サウナをね積極的に利用しているんですけど、あとですね、これさっきのところにもつながるんですけども、最高のぼんやりタイムであるっていうことなんですよね、サウナが。これはですね、ぼんやりするってめちゃくちゃ大事らしくて、この時に、脳が整理整頓を始めるんですって、情報のね。で、脳の整理整頓を始めてくれるので、脳の中がすっきりするんですよ。で、そのね余った余白がなんかやる気につながるんじゃないかなと思うんですよね。例えばなんか部屋が散らかってくると僕もやる気なくなるんですよね。で、これ多くの人がそうなんじゃないかと思うんですけども、なんか片付けると
なんかこううっとこれを維持しようとか、なんかやる気が出ますよね。ああいう感覚なんですよ。で、ぼんやりタイムがそれをもたらしてくれるので、積極的にぼんやりしたいなというふうに思ってて、でサウナがねそれに非常に適しているということで、僕はこの主にねこの休息としてサウナを利用してますね。でこれね同居するんですよ。休息と集中が同居してて、これなんですよね。いいこと言ったな。休息と集中なんです。はい。これのためにね、サウナを使っているという感じです。で、サウナ嫌いの人もね、今スチームサウナとかね、ミストサウナとか、あとねフィンランドサウナ、これがいいんですよ。フィンランドサウナは意外とね低温で、低温じゃないね、低温じゃないけどこう換気が割とされてるので、ヒリヒリクラクラってむちゃくちゃ少ないんですね。だからねこれをね是非体験してほしいなと思いますね、苦手な人はここから。うん、はい。で、これがね、ヒアリングの結果です。で、もういろんなことをね、僕は同時にいろいろ進めていってるんですけど、ものづくりしている以上、それをね、やっぱ販売っていうところにね、結びつけていかなきゃいけないので、こういうこともね、やっていかなきゃいけないということで、やっていってます。でやっぱりものづくりがね、好きなんで、ものづくりばっかりやりたいんですけど、なかなかそういうわけにいかないじゃないですか。やっぱり飯食っていかないといけないのね、こういう販売に関わるようなねことも勉強しないといけないし、情報も集めていけないということで、そういうね一部始終もいいも悪いも、こういう時間帯もあるっていうこともねお伝えしたいなと思ってこれ配信しています。はい、なので、次はですね、ちょっと何をお伝えするかわかんないですけども、また来週、投稿したいと思いますので、是非聞いてみてください。それでは。